こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はちょっと初めての挑戦でドキドキしています。初めての挑戦っていうのが何かっていうと、和服のリメイクに挑戦したいと思います。これです。今回ね、私のお友達のお母様からこの羽織を1着預かってきました。中がこんな感じで、裏地もすごく可愛いし、後ろにはこんな感じの松の柄って言ってたかな、こんな羽織を預かってきました。ちなみに和服のリメイクなんていうものはしたことがないし、しかも着物を着た経験もほぼないし、和裁の知識も一切ない私がリメイクなんかできるかなとちょっと不安なのですが、今回は心強い助っ人がいるので不安はいっぱいなのですが、頑張って挑戦してみたいなと思います。皆さんのお家とか、あとはご実家にも1枚はあるんじゃないかなと思うので、もし私が挑戦してできたら皆さんもぜひ挑戦してみてほしいななんて思います。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、ということで今回の心強い強力な助っ人っていうのが何かっていうと、動画です。実は友達のお母様からこの羽織を預かった時に、この動画のこれを作ってほしいんだよねっていう風にして依頼をいただいています。それがこの着物専門リサイクルショップ金田忠右衛門さんの YouTube のチャンネルの中の動画の一つ、250円の絞りの羽織でチュニックを作る動画です。なんとこのリメイクを紹介してくださってる方の名前は泉さんというそうです。私の名前もただ服を作るの泉なので、なんか勝手に親近感を感じているんですが、この動画ともう一つ作り方だけを詳しく解説してくれている動画があるので、どっちが見やすいかなっていうのは皆さんそれぞれ違うかなという感じの動画でした。なのでこの2つの動画は私の動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。金田忠右衛門さんのチャンネルはいろんな和服のリメイク方法を紹介してくれていたり、あとはこんな感じのリサイクルリメイク用の着物売ってますよっていう風な内容を動画にしてくれていますので、和服のリメイク興味のある方は面白いんじゃないかなと思います。ぜひチャンネルも見てみてください。私もね、動画を見ながらイメトレだけはバッチリなんですが、できるかな、すごく不安です。早速頑張ってみたいと思います。どうしよう、早速わかんないっていうか困っちゃうんだよな。こういうことをしだすと本当和服も勉強しなきゃなっていう感じがしてきちゃうんだけど、まずは最初に袖を洋服の袖のようにここをこうやってね斜めに縫っていきますっていう風な作り方の手順なんだけどさ、ここよ問題は。これ二圧口っていう名前なのかな。これどうしたらいいのよ。開いちゃうよ。ここから袖みたいにして縫ってくるにしても、ここ開いちゃうから、ここ閉じちゃおうか。手でねまつって、その方がいいのかな。あ、これ作り方を紹介しますじゃなくて、私の初挑戦の記録なので、これが正しいかどうかはわからないので、その辺はちょっとねあらかじめご了承ください。で、友達はいいよいいよ何でもって、何でもいいって言われてもね困っちゃうんだけど、ここの空いてる部分を一回閉じてみようかな。なんかその方が良さそう。本当にさ、この今回のリメイクの動画は私が習ったことを紹介しますっていう感じじゃないので、動画にするかすごい悩んだんですけど、なんだろうね、リメイクやってみたいけどどうしようかな、自信ないなって思ってる方の背中を押してあげられればいいななんて思います。
だってさ、私もやったことないんだもん。でも和服ってこうやってさ、裏地の生地がすごい可愛かったりしてちょっと面白いね、見てて。ほら、できた。ここね、手でまつって留めました。ただここが難解。この飛び出てるところ、どうしようかな。ここは切らない方がいいと思うのね。なんだけど、どう？ここは変にぐるっとカーブにしないで、ここまで、ここのね、パカッと割れる、ここまでミシンで縫おうかな。そしたらいいんじゃない？ここまで縫ってピーッと。この袖口のここあたりからミシンでまっすぐ縫ってきて、ここで返し縫いしてみようか。本来ならこのリメイクは全部手縫いでできる方法なんですね。なのでミシンで縫うのがやっぱり嫌だなって、着物だからね全部手縫いで多分作ってあるので、ミシンで縫うのが嫌だなっていう人は是非手縫いでやってみてください。どうかな。先線引こうか。やっぱり勢い良すぎか。袖口のところはちょっとまっすぐめに縫い始めて、この裏地のあたりから斜めにさっきのところまで縫っていこうかなと思います。結構この辺ね、生地が厚いからゆっくりいきましょう。どうだろう。よいしょ。表に返してみよう。あ、でも袖下のところ綺麗に閉じたからいいかも。これでいいね。この袖下の部分もう一つ悩みがあって、ここの縫い代処理どうしようかなと思ってて、この袖口の部分までロックミシンでダダダッときちゃうと、袖口からロックが見えちゃうじゃない。だからそれだと少しかっこ悪いかなと思ってて、どうしようかな。ちょっとこの袖口のここの部分は少し残して切ります。やばい、なんだろうこの緊張感。大丈夫だよね。いけ。で、この白いところは、裏地のところは縫い代1センチ残して、反対側はこの今切ったのを乗せて同じように切ってあげると、今の袖と同じ形に縫えるので大事に取っておいてください。で、ここをどうしようかな。なんか折り伏せ縫いみたいな感じで縫い代本当は包んであげたい。ちょっとほどこうか。どうなってんだろう。なんかめっちゃ生地がいっぱいある。しかもあちこちしっかり絹の糸でね留められてて、すごい手が込んでる。あ、やっぱり外れた。そしたら片方の縫い代を切ってあげて、包む。できるかな。とりあえずこの裏地のとこだけロックミシンかけてみようかな。ほら、こんな感じで袖下の部分はロックミシンかけてきて、でこの袖口のねここの部分の中までロックミシンがかかるようにしました。そしたらあとここ切っちゃっていいんじゃないかな。どれも探り探りで怖いんだけど、ちょっと切ってみようかな。どう？これでいいんじゃない？もうほらここ
ここがもうちゃんと折れてるからさ、この白いのきれいに切ってあげたら、このままこうしてほらちょっと止めてあげれば、すごいいい感じ。こうしよう。表に返してみましょう。ほらいいんじゃない？袖口のとこもロックミシンが見えないし、ちゃんと袖下もつながってるし、わお、いい感じ。反対側の袖も今と同じようにして作っていきたいと思います。カットするところだけね、さっきのこうやってキッとカットしたこの袖を乗せてみて、でこの線でここで切ってあげればさっきと同じになる。であとはさっきと同じように袖を作っちゃいます。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。とりあえず袖が洋服みたいなまっすぐな袖になるところまで進みましたね。工程自体はとっても簡単なんですけど、なんかねすごい初めてのことなのでちょっとドキドキしながらやってみました。動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。